きますかね、アーキバス・バルテウス。やっとこの機体を動かすのですね。今まで散々やられ役だったが、こいつは本来最強。あらゆるボス操作の相手になってきましたが、火力は常に最強でしたね。その力を今お見せしちゃうのだ。普通に楽しみなんですね、これが。じゃあ武装紹介行くぜなのだ。まずミサイル。この機体ではほとんど使わない武装です。他が強すぎるからしょうがないのだね。次はチャージレーザー。やばすぎるぜこの火力。何の相手ならこれだけで圧倒できます。まだまだ序章なんだな。お次はプラズマライフル。出たこの武器。やばい、やばすぎるわこの武器。これに何回やられたか。火力が高すぎるっぴ。ただヒットですからね。しかも両腕から出せますからね、これ。なんだこいつ。これのレンガがおそらく一番強いです。前をぶち抜くプラズマスキンだろ。次パルスバー。背中の羽から出すことができるのだ。これも広範囲に弾をばらまけるのでいいですね。相手が複数だと役に立ちそうです。あと実は肩にもついているのだ。使いやすさではこちらでしょうか。相手が一人の時はってこれの火力もいかれてんな。もう全部火力高いですね。そしてお待ちかねのプラズマソードなのだ。勝った。何なんですかこの火力。消滅したわ。強すぎる。ぐるぐる分回しもできるのだ。第2形態の時にやってくるあれじゃないですか。正直当てにくい気もするのだ。まあわちゃわちゃしてて面白いからよしということで、スレイルももうやけくそだったんですよ。ブン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 なのだ。あとはアサルトアーマーとかも当然できるのだ。これは普通のバルテウスもできましたよね。さらにオーバードブースト的な起動もできるのだ。これも普通のバルテウスで見たような。ミサイルの代わりにパルスとレーザーとかが出るようになるけどね。さあ武装紹介も終わったので、この機体の火力の犠牲になってもらう方を紹介するのだ。今回の相手はオールマインドさんです。私も相当酷使されてますね。マールスボスなので強さが分かりやすいですから。さあボッコボコにしてやるのだ。どれだけ強いか楽しみです。ではカウント3、2、1スタートなのだ。さあアーキバス・バルテウス VS オールマインド、実質ラスボス対決ですが、どちらが勝つのか。もちろん私ですね。いやなんか攻撃ちょ待ってください。やはり火力が違いすぎる。やっとこの機体最強なのだ。特に相手がでかいとより強くなるのだ。 AI 同士のボス対決でもこの機体は肩フラクト以外の全てに勝っていますからね。火力が通るのに負けるはずがないのです。いや私ラスボスなんで私の方が強いってなめないでもらっていいですかね。さすがオールマインド、本編ラスボスとしての尊厳を見せてきます。ナオリへのマシンガンは全て弾かれる模様。実弾を考慮に入れておくといいのだ。いいえ、耐性の高いこの機体にこの火力、一体どんなジェネレーターを積んでいるのでしょうか。まさか小島と思ったけど、あの人たちもっと火力高かったです。さすがにネクストとは比べないでほしいのだ。あの人たちがおかしいだけなのだ。どれだけ強かったのでしょうかネクスト。なんなのそのカルスは多すぎない。というかドンマイちゃんの AP いつの間にか半分ぐらいになってるのだ。しかもアーキバス・バルテウスの AP の残り 95% プラスバリアあり、さすがに格が違いましたか。いやまだ第2形態あるから、ここからなんでこの機体の第2形態このゲーム最強って言われてたんです。スメイルの絶叫しか記憶に残ってない機体とは違うんです。さすがドンマイちゃん、機動力は一級品ならば機動力が意味をなさない武装で終わらせよう。出た射程無限のプラズマソード。無限というか 2km ぐらいの強度なんですけどね。こっちも全開でいきます。この高機動格闘なら勝てるはずです。それ全然痛くないのだ。なぜ。じゃあこっちもお返ししようか。ちょい待ってもらって。無理なのだ。一秒も苦戦せずに終わった。やはり最強機体ですね。私もバルテウスを素体にすべきでした。なんて強い機体なんだ。さてこの程度の相手では正直みんな物足りないと思うのだ。ラスボスなんですが一応。というわけで次はさらに強力な相手とやるのだ。ラスボス以上の相手いるんですか。そんなのいないので普通のバルテウスに来と戦うのだ。これボス対決でやりましたね。勝てなかったはずです。その通り、実弾主体のバルテウスはアーキバス・バルテウスに特攻なのだ。しかも2対1、さすがに厳しいか。だからリベンジするのだ。ではカウント3、2、1スタートなのだ。まず初手から相手のバリアを削り取るのだ。2対1が長いほど不利ですからね。仕当たんない。ミサイルが来るのだ。もうこの段階でオールマインドが与えたダメージより多いです。何なんですかあのラスボスは。いや相性とかあるから、それに複数だし。よし、さすがパルス。バリアへのダメージは高いのだ。では消えろ。これで一気落とせれば優位なんです。ショットガンが痛えのだ。
レーザーでスタッカーにして足を止めるのだ。またスタッカーにされたのだ。これが複数バルテウスの強みです。アサルトアーマー、こっちにもあるのだよ。この減ったバルテウスは今ここで殺しきるのだ。プラズマ全開で行くのだ。ちょっと打つだけで3000くらいのダメージが出るのですよね。生き残り AP1 万5000ほど一撃で終わらせるのだ。1つさあ残り1機なのだね。どこにいるかな。わあ、不意をつくとは卑怯なり。お前は30秒以内に殺すのだ。対岸でこの機体が本気を出せばそのバルテウスなんて終殺ですよ。よし、プラズマからのレーザーで2万削るのだ。ソースはアサルトアーマーでしょうか。それを出させる前に終わらせてやるのだ。いけるな、ダバレなのだ。おりゃー。さあ、本当に30秒かかりませんでした。これが AC6 最強機体。この機体に勝るものなしなのだ。さてもはや普通に戦うだけではどんな機体も勝てないので彼らに出てきてもらうとするのだ。彼ら、それはランカー AC のトップ4人なのだ。これあれじゃないですか。 ACFA の最後のミッションじゃないですか。そうなのですか。その通りなのだ。これをクリアしようかなって思うのだ。このゲームで複数戦は相当きついと思いますけどね。スタッカーがありますからね。でもこの機体はアーキバス・バルテウスなのだ。AC ではないのだ。バリアもあるしいける気がするのだ。人類種の天敵さんとアナトリアの傭兵ならいけましたしね。さあやっていくのだ。ではカウント321スタートなのだ。さあまとめてかかってこいなのだ。まずは開幕パルスのお見舞いなのだ。とりあえず2機スタッカーさせましたが、とにかくまず数を減らしていかないと相当きついと思います。プラズマ全開、早々に1機落とすのだ。クソったれなのだ。やはり AC4 機となると衝撃力の段違いですね。てめえらまとめて消えろなのだ。西南隊長死んでもらうのだ。AC が小さくて当たらないのだ。だがここから分回しに派生するのだ。余波だけでも何機かスタッカーしています。しかしやはり4機の暴行には耐えられないですね。離脱、とにかく動き回るしかないのだ。この機体のスピードをもってすればフル系列だったら多分もっと楽なのでしょうが。瞬間移動星の1対1が簡単に作れますからね。誰かを来てくださいなのだ。フロイトメラが派生でスタッカーをごまかすのだ。ランク3アスタークラウン撃破です。まず1機、これで戦力は大幅ダウンなのだ。複数戦の戦力が線形で増えるわけではないですからね。このゲームなら2畳ぐらいじゃないんですか。まあそんなところでしょう。残る相手はフロイトとミシュランにドルマヤンなのだ。とにかく一番気をつけるのはフロイト。拡散バズーカに当たったら終わります。早くバリア帰ってこいなのだ。死ぬのだ。だがまだプラズマライフル連射の敵の移動で敵の攻撃をかわすのだ。なんか引っかかってません。バリアが引っかかっているのだ。まずい。苦し紛れのプラズマソード展開なのだ。これで1機は持っていきたいのだが、そうもいきませんね。なぜリテアありますから。やはりリテアを使わせる前に火力で消滅させるしかないのだ。リテア3個持ちを実質 AD さんなんですからね。やったフロイト貴様のファンネル、さすがベスパーヒットをいい攻撃です。スレイルでも憑依しました。全然似てないですね。おりゃあパルスで誰かスタッカーしようなのだ。バリアのチャージが遅いから衝撃が単純に溜まっています。ミサイルと実弾相手にこの機体やはり厳しい。ミサイルより早く移動できるのは AC6 だとそれだけですかね。私はそれ以外に思いつかないです。メクストだったら割といたのですが。どうすんのこれ勝てないじゃん。もうやできそうなのだ。なんか誰なのだ。やった。ライガーテール撃破ですよ。ロックスミス撃破です。残ったのはドロマヤン貴様か。残り AP2 割ですが対岸だったら負ける道理もないですね。終わらせてやるのだ。ドロマヤン貴様には悪いがコーラルリリースは実行させていただくのだ。コーラルが全宇宙に広がってもなんとかなるのだ。意欲点じゃねえぞなのだ。全宇宙ってよくよく考えたらだいぶ勝手な話ですね。コーラルリリースエネルギーのどこから湧くのでしょうか。いやまあ一応ワンとかいう小島の1億倍ぐらいすごい技術が実用化されてるから。あまりがちの物理を気にしてはいけないのだやちゃん。なるほど、突っ込んではいけませんでしたか。さあドロマヤン、先にコーラルの向こうの世界に行っているといいのだ。スタッカーしちゃった。でもプラズマの残滓に引っかかって終了ですね。残滓でもとんでもない威力ですね。今回はアーキバス・バルテウスを使ってみたのだ。間違いなく最強機体でしたね。火力がおかしかったのだね。対岸だったらおそらく誰にも負けないと思いますね。赤とフラクトは除きますよ。オールドインのさんはこの機体でラスボスやった方がいいと思います。頑張ります。私の成長にご期待ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。